When I seen Mike with Tori on his lap, like I turned my head because I didn't want to see it. I could hear her calling my name. Where did he hit her with the hammer? The head. 2009年4月8日、カナダ・オンタリオ州マウントフォレスト。辛い思いをすることになると思うけど、きっと大丈夫よ。あなたは強い女の子だから。人気のない田舎の公衆トイレで、その目に涙を浮かべ、少女に言い聞かせていた女性はテリー・リン・マクリンティック。少女ビクトリア・トーリ・スタッフォードはテリーの顔を不安げに見上げて言いました。お願い、一人にしないで。テリーは涙を拭い、少女トーリの手を引いてトイレの外に止められていた車へ向かいます。その中にはテリーのボーイフレンドが。ここから彼とテリーは少女トーリを殺害してしまうんです。8歳の少女を殺害したカップル。少女に少なからず同情していた彼女がなぜ犯行に加担したのか。様々な疑惑が錯綜するこの事件。本当の犯人は一体誰だと思いますか？おそすけんちゃんです。闇闇子です。というわけでね、カナダといえばね、ナイアガラの滝ですよ。行ったことある？行ったことないんですけど、行きたいっすよね、うん。あれってさ、たまにね、飛び降りちゃう人いるみたいですよね。助かるのそれで？もう絶対死ぬんですよ。行ったことないから規模がわかんないけどさ、飛び降りたら絶対上がってこれないようなぐらい落差があるってことでしょ？いや、上がれるとこないでしょ、滝でほとんど。そんな滝ない？鮭なら上がってくる。逆に上がるってそういうことじゃなくって、うん滝の水面から一回潜ってうん。上がってくれば助かるじゃない？息吸えるわけだからさ。あ、そういうこと。落ちた後ね。別に滝登りとか言ってない。私コイキングみたいなこと言ってないのよ。そういうことね。それはでも、もう落ちた瞬間にさ、うん一瞬水って硬くなるわけじゃん。衝撃で。だからもうその時点で気飛んじゃうんじゃないかな。もおそらく。意識が飛んじゃって。まあ降りたことないからわかんないですけど。なので皆さんもね、写真映えとかに気取られすぎてね、滝に落ちないようにね、ぜひお気をつけくださいませ。本日ご紹介するのは、カナダのオンタリオ州で起こった殺人事件について。若いカップルがまだ8歳の少女を殺害してしまうという衝撃の事件なんです。なんでカップルで2人組でそんな幼い少女を殺す理由があるわけ？意味がわかんなくない？皆目見当がつかないんですけれども、ただね、このカップルの女の方はですね、何かこう、訳ありな感じをね、事情聴取ですごい醸し出してたんですよ。一体何があったのか。この女が少女を連れ去る瞬間は監視カメラにしっかりと映っていたんです。そしてその女は少女の誘拐について一体何を語るんでしょうか。私じゃない。2009年4月8日、カナダ・オンタリオ州ウッドストック。おかしいな。トーリはどこへ行ったんだ。日が暮れ始めた街で自転車にまたがったままため息混じりにつぶやいた少年。彼は2歳年下の妹、ビクトリア・トーリ・スタッフォードを必死になって探していました。トーリの兄はその日、彼女と一緒に下校する予定でしたが、低学年の子供たちを家へ送り届けている間に、トーリはいつの間にか姿を消してしまったんです。兄はトーリが先に帰ったものだと思っていましたが、自宅にも姿はなく、自転車に乗って街へ探しに。結局トーリは街のどこにも見当たらず、母親は彼女の友人全員に電話をかけますが、誰一人として居場所を知っている子はいませんでした。その日の夕方6時4分、母親のタラは捜索願いを提出。警察が近隣の監視カメラをチェックすると、トーリが連れ去られる場面はしっかりと映像に残っていたんです。監視カメラに映っていたのは、トーリが黒髪ポニーテールの白人女性と一緒に歩いている姿。女は19歳から25歳くらいの印象で、身長175センチ前後。4日後の4月12日、警察は早々にその特徴の女にたどり着くんです。身長175センチって聞くとかなり高い方にね、日本人からしたら思えるけど、カナダだとそうでもないの？カナダでもですね、平均身長164センチなんで、結構高い部類に入りますね。そうね。170超えてる時点で。なので、警察もね、容易に特定できたんです。カメラに映っていたその女はテリー・リン・マクリンティック。少女トーリの失踪について問われた彼女は、疑われていることへの不安をあらわにこう言いました。映っているのは私じゃありません。テリーは以降何を聞いても答えようとはせず、ただ悲しげな表情を浮かべるばかり。結局捜査は暗礁に乗り上げてしまいます。一方、失踪から1ヶ月後の5月15日にはトーリの両親が記者会見を行いますが、実はその内容も物議を醸すものだったんです。大事な娘がいなくなったってのに、俺にはお前が悲しんでいるようには見えん。トーリがいなくなったのはお前がちゃんと見てなかったからじゃないのか。何よ、あなたが公衆の面前で堂々と泣けるのは、父親の役目を果たせてないことに罪悪感があるからでしょ。記者会見の場で喧嘩なんか追っ始めちゃって、娘が誘拐されてるのにそんな場合じゃなくない？まあ、ごもっともですよね。ですがね、両親が喧嘩を始めたのにも理由があるんです。実はトーリの両親は少し訳ありだったんです。実はトーリの両親は長らく別居中。トーリは母親に引き取られ、父親とは離れて暮らしていました。失踪
当日、父ロドニーは通りの家に行く予定で、彼女は前日から寝室にお気に入りのポスターを貼り、父と一緒に寝るのを楽しみにしていたといいます。その楽しみを急に奪われてしまった父ロドニーは、妻に怒りをぶつけずにはいられなかったんです。そしてロドニーが妻のタラを責めた理由はもう一つあります。それは彼女がオピオイド系の鎮痛剤オキシコドンの中毒だったこと。オキシコドン、聞いたことないけど何それ。これね、法律で禁止されてるわけじゃないんですけど、乱用に関してね、アメリカで社会問題になってるんです、これ。というわけで本日のメトラキーワード、オキシコドンについて。オキシコドンとは、モルヒネと並び、がん治療の現場などで用いられる麻薬性の鎮痛剤。アメリカでは、オキシコンチン、パーコセットなどの商品名で錠剤として出回っており、怪我や歯の痛みを和らげる目的でも使用されます。効果が強力なため、本来は慎重な使用が求められますが、患者の要求に応じて簡単に処方箋を出してしまう医師もしばしば。オキシコドンは優秀な鎮痛剤ですが、ケシから生成されるれっきとした麻薬。錠剤を砕いて鼻から吸引することで、違法薬物を摂取した時のような多幸感を得られるんです。そのため、依存症となる患者が続出。社会問題となり、2010年には吸引できないゲル状のものに製剤方法が変更されているんです。私は確かに以前は週に 2,3 回のペースでオキシコドンを使っていました。でもそれを改善するために2年前から通院してるんです。薬物依存と娘の失踪には一切関係はありません。母タラは確かに問題を抱えている女性でしたが、彼女の言う通りは第三者の悪意によって事件に巻き込まれており、それは母親の責任ではありません。そして迎えた5月20日、その悪意の正体がついに明らかに。失踪から1ヶ月以上が経ち、容疑者のテリーがようやく犯行を自白したんです。同時に通りの失踪について問われた際、彼女が悲しげな表情をしていた理由も明らかに。彼氏のマイケルと一緒に通りを誘拐しました。そして通りはマイケルがレイプした後殺しました。テリーの証言のもと、警察は少女通りの遺体を彼女の自宅から132キロ離れたオンタリオ州マウントフォレストの雑木林で発見。遺体は完全に腐敗していましたが、歯科記録によって通りのもので間違いないと判明しました。通りは少なくとも4回頭部をハンマーで殴打され死亡。その他体にも暴行を受けており、肋骨は16本も折れていました。なんかテリーはさ、通りを巻き込みたくなかったみたいな雰囲気出してるけど、なんか今更そうやってお涙ちょうだいは、ちょっと都合が良すぎるんじゃない？そこっすよね。テリーはなんで犯行に加担したのかっていうところなんですけど、彼女によるとね、まさかこれがね、殺人にまで発展するとは思ってもいなかったようなんです。握りしめた手。2009年4月8日、ウッドストック市内の老人ホームの駐車場に1台の車が止まりました。老人ホームのすぐ近くには小学校が。運転席に座るのはマイケル・ラファティ、そして助手席には恋人のテリー。マイケルはテリーに向かい、さも当たり前かのように言いました。女の子を連れてこい。小さければ小さいほどいい。その方が操りやすいからな。マイケルは女性であるテリーの方が油断を誘いやすいと考え、彼女に女児の誘拐を命じました。彼に従って車を降りたテリーは複雑な表情で小学校の通学路へ向かいます。マイケルがこんなにヤバいやつだとは思わなかった。実はマイケルとテリーは2ヶ月前に知り合ったばかり。ピザ屋で偶然出会った2人はそのまま車の中で体を交え付き合い始めたのですが、蓋を開けてみればマイケルは小児会社、テリーもその異常性に恐怖を感じており、素直に従うつもりはさらさらありませんでした。女の子を物色するふりだけして無理だったっていうよ。そう考えながら歩いていたテリーですが、車の中からはマイケルのじっとりとした視線がごまかせそうにないと思った彼女は、それらしい振る舞いをしようと一人で下校していた通りに話しかけたんです。確かに断ろうもんならもうテリーがすごいひどい目に遭いそうな雰囲気ね。これなんか逃げることとかできなかったのテリーは。2人のね関係性っていうのはね分かんないんですけど、もしかしたら男のマイケルの方が別れて逃げたとしても死の判定までねどこまでも追ってくようなねやっばい男だった可能性ありますよね。これこんにちは、あなた犬は好き？下校していた通りに向かいにこやかにそう話しかけたテリー。すると通りは目を輝かせながら答えました。好き、私シーズー飼ってるんだよ。実は偶然にも声をかけたテリーも自宅で2匹のシーズーを飼っていました。ペットの話で意気投合した2人、犬を見せてあげるというテリーに少女通りは喜んでついていきます。気づけば彼氏のマイケルが待つその車は目前まで迫っていました。どうしよう、話の弾みでここまで連れてきちゃった。そうやってテリーが一瞬躊躇したその時、何やってんだ早くしろ。車の中から鬼の形相で叫ぶマイケル。テリーは慌てて後部座席のドアを開けると、その中へ少女通りを押し込みました。ただその状況において通りはまだ自分がこれから何をされるかに全く気がついていなかったんです。去年のハロウィ
ィンも仮装してお友達と出かけたのよ。今年も早くハロウィンにならないかな。現場のマウントフォレストへ向かう車の中で少女トーリーはテリーに向かってそんな取り留めのない話をし続けました。彼女は現場へ着くまでの2時間をただのドライブだとしか思っていなかったのでしょう。道中テリーとマイケルは知人の家により鎮痛剤オキシコドンの錠剤を購入。その後少女トーリーを車に残しホームセンターへ向かいます。2人はここでゴミ袋とハンマーを買いました。そしてトーリーと離れるこのタイミングでマイケルは恋人のテリーにこう耳打ちをするんです。あのガキは殺すぞ。性的暴行の証拠隠滅のためってことよね、これね。でもテリーはトーリーと仲良くなってた雰囲気だし、この後に起こることをも思うと本当胸が苦しくなっちゃうわよ。犯行直前にもね、テリーとトーリーの間では犯人と被害者の関係ではないようなね、会話も行われていたんですよ。2009年4月8日、すっかり日も暮れた頃、オンタリオ州マウントフォレストの田舎の公衆トイレにテリーと少女トーリーの姿があった。テリーはその場にかがむとトーリーに目線を合わせ神妙な面持ちで話し始める。いい？これからあなたはとても辛い思いをすることになると思う。でもね、大丈夫。あなたはとっても強い女の子だから。そう言い聞かせるテリーの目からは自然と涙が溢れていた。なぜあんな男に従って何の罪もない少女をこんな遠くまで連れてきてしまったのか。テリーは自分がしてしまったことの恐怖に体を震わせるが、もはや選択肢はなかった。逆らったら私がどうなるかわからない。さっきまでドライブを楽しんでいた少女トーリーも涙を浮かべるテリーの様子にようやく状況を察する。一人にしないで、か細い声で訴えるトーリー。しかしテリーが答えることはついになかった。その後、少女トーリーを連れて恋人のマイケルが待つ車へ戻ったテリー。マイケルはトーリーのいる後部座席へ移動すると、にやりと笑って彼女を持ち上げ、膝の上に乗せました。テリー、お願い。少女トーリーはテリーの手を握り、なかなか離そうとはしません。しかし、ここから先は見たくない。テリーはその手を振り払い、車から降りていってしまうんです。少女トーリーを思う存分に凌辱した後、彼女を車から引きずり下ろし、地面に叩きつけたマイケル。トーリーの顔にゴミ袋をかぶせた彼は、ハンマーをその手にぶら下げた恋人テリーに向かい言いました。やれ。When I seen Mike with Tori on his lap, like I turned my head because I didn't want to see it. I could hear her calling my name. Where did he hit her with the hammer? The head. 本当は思い出したくもなかったその日の出来事を涙ながらに警察に打ち明けたテリー。彼女が最初の尋問から1ヶ月以上その事実を黙っていたのは、自分が少女を殺害したことをどうしても受け入れたくなかったためでした。テリーが自白したことにより、主犯のマイケルは第1級殺人、性的暴行、誘拐の容疑で起訴されることに。しかしこの事件にはまだ一つ大きな波乱が残されていました。マイケルは自身の裁判でこんな発言をするんです。被害者の少女の殺害は全てテリーが単独でやったことです。何言い出すのこいつ。こいつが一番の元凶じゃないの。それが実はですね、マイケルが言うようにテリーの単独犯の可能性も捨てきれないんです。全て知っていた女。恋人のテリーが単独で殺人を犯した。その経緯について容疑者のマイケルは次のように説明しました。テリーは薬物中毒だった関係で借金があったんです。だから身代金目的でトーリーを誘拐してきたんです。皆さんはテリーとマイケルが犯行現場へ向かう途中、麻薬性の鎮痛剤オキシコドンを購入していたことを覚えているでしょうか。そう、テリーはオキシコドン中毒だったんです。そしてこの事件の関係者でテリー以外にオキシコドン中毒を患っていた女性がもう一人います。それは殺害されたトーリーの母親タラ。実のところこのタラが事件がテリーの単独犯である可能性を示唆する情報を持っていたんです。オキシコドン中毒だったタラはなんとテリーの母親から薬を購入したことがあり、テリーとも顔見知り。さらに母タラはテリーの自宅に行った際、彼女とこんな会話をしていたんです。あら、うちと同じね。あなたもシーズを飼ってるのね。ちょっと待ってない。テリーはトーリーとさ、犬の話で意気投合して、その結果なんか誘拐に成功したみたいな話してたわよね。それってたまたまの話じゃなかったの可能性もあるんですよ。なのでテリーはね、トーリーが犬の話をしたら喜んでついてくるっていうのを初めから分かってたんじゃないかとも言われてるんです。テリーは自分の取り調べでマイケルの監視が怖く、とりあえず連れ去るふりをするつもりで少女トーリーに声をかけたと話していました。一方でトーリーがシーズを飼っていることをあらかじめ知っていたとすれば、その話題を使っての計画的犯行の線が浮かび上がってきます。もしテリーが自分の取り調べで嘘の証言をしていたとすれば、彼女を単独犯だと断じたマイケルの話も無視できなくなるん
んです。マイケルの供述によると、テリーは少女トーリーを誘拐した後、彼に性的暴行を加えてもいいと勧めてきたといいます。マイケルがそれを断ると、テリーはマウントフォレストの田舎まで車を走らせるように命じ、そこでトーリーを殺害してしまったというんです。遺体は発見時には完全に腐敗していたため、性的暴行があったか否かは判別不能。結局、車の中にトーリーの血痕があったことや、事件後なぜか車の後部座席が取り除かれていたこと、その他の状況からマイケルは有罪に。2012年5月15日、最低25年仮釈放なしの終身刑を下されました。先に自白していたテリーもまた同様の刑を下されているんです。結果的にそれぞれ同じ罰を課されることになったテリーとマイケル。彼らは互いに減刑を取り付けようという思惑があったのかもしれません。あなたはこの2人のうちどちらが嘘をついていると思いますか？